こんにちは、川勝の健です。靴作りやる上でいつもガラス使ってるんですよ。特にコバ削るときにガラスで削りますっつってね、こうシャーってやって革の削り粉みたいなのが出るんですけど、ガラスってなんだよって思ってる方いるかなと思って、ガラスの作り方というのを撮ってみようと思います。もうマニアック中のマニアックですね、これは。靴雑誌とかでも絶対紹介されることのないだろう作業です。靴作るときはね、こういうガラスを使うんですけど、これ鏡なんですけどね、このガラスを使って革を削っていくんですよ。これはこういうものが売ってるわけじゃなくて、これは自分で手で割って作ります。で、これの元になってるのが100均で買ってきた鏡です。これ 1.5mm とか 2mm ぐらいのガラスだったら何でもいいんですけど、これが安いのでこれを使ってます。じゃあやっていきます。この周りの縁いらないんで、割れたガラスってすごく危険じゃないですか。破片とかね、すごい鋭くて、すごいね、怪我しやすくて危険だと思うんですけど、僕はこの靴を作る上でのガラスでの作業で、怪我したことは一度もないです。割れたガラスを素手で持って使ってるんですけど、全然大丈夫なんですよ。使い方とか、あとガラスを割った形状とかにもよって、怪我しやすさっていうのは変わってくると思うんですけど、なんかね、ガラスに物をぶち当ててバリバリバリっと割れた破片みたいなのとは、靴作りで使うガラスの形状はちょっと違いますね。割り方が違います。これにしても危険は危険なんで、ちょっとね、気をつけてやります。はい、取れました。で、このガラスを割るにはこいつを使います。刃やすりってやつで、この端っこがね、こう鋭く、切れないですけど刃になってるやすりです。ちょっとまずでかいんで全体のサイズを割ります。でね、ちょっとサイズを小さくします。この刃やすりギザギザしてるんで、これでちょっと線をガリッと引いて、そしてここでパキッと割れます。すごいピントが鏡の奥にあって不思議な映像になりますね。こんな感じでちょっと4分割に割りましたと。さっきの小さい形に割っていくんですけど、この刃やすりを使ってこの角をね、ちょっと傷をつけるんですよ。そしたらハンマーの上に乗せて、こうやってね、手で割るんですよ。この刃やすりで角っこをガッと傷をつけて、硬い角が必要なんですよね。この硬い角に乗せて、そこにこう傷からひびが入っていくように押し付けて、押し込むと割れるというね。これちょっと失敗。ちょっとでかいけどこんな感じです。こう力のかけ方さえ分かれば結構簡単に割れない、割れるんですよ。で、今ね、こんな感じでいくつか割ったんですけど、形がね、いいやつと悪いやつがあるんですよ。これいいですね。これダメですね。ダメというかちょっと微妙。これもいいですね。これちょっと微妙だけど、いいかな。これすごくいいですね。何がいいかというと、ここなんですよ。ここのカーブが重要なんですね。基本的にこのガラスを使うときはこのカーブの面しか使いません。その他の面、ここ直線じゃないですか。ここも直線、逆カーブになっているところ、
こういうのはあんまり使いません。実際靴作るときはこのコバ、ここにさっきのこの曲線になった部分をこう当てて削っていくんですね。でこれなんでこの曲線の部分を使うかというと、コバの部分、角コバってこれ90度でね平らに見えるんですけど、実際削るときはわずかにこのカーブに合わせて中央がへこむぐらいで削るんですよ。そうするとこのコテが全体に当たるんですよね。もしこれをこの土直線の面でコバ削ってるとすると、このコテを当てた時に真ん中ばっかり当たっちゃってサイドが当たんないんですよ。あんまりシャープなコバができないので、こういう風に少しへこますぐらいでガラスを使って削ります。でね、このコテの形状にもよって結構いろいろあるんですけど、このコテはちょっとへこました状態でかけられるコテですね。結構この中央のへこみが強い。わかりますかね。このガラスのカーブに近い形状をしているのがわかると思います。もっと平らなのもあって、これはほぼ直線ですね。こうやってガラスのカーブと合わせるとコテの面はほぼ平らなのがわかります。でもこういうコテ使う場合でもガラスの R の面を使って中央へこませ気味で、作るとコテの当たりが良くなります。あとはこういうねソール面を落とすみたいな時も基本このカーブしてるのを使うんですけど、このカーブしてる面を使わないで、もしこの直線の面使ったとすると両サイドの端っこがね引っかかっちゃってすごい傷ついちゃうんですよね。このカーブしてる面を使うことで中央部分しか革に当たらなくて、このサイドが革を傷つけることがないというね、そういうことで基本的にガラスはこういう形状になっているこの辺だけを使います。でそのカーブをいかに作れるかっていうのは、このガラスを割る時のこういう角度とかこの手の角度とかによってコントロール可能です。いい感じ。いい形のガラスが割れた時はやっぱりちょっとおって思いますね。ちょっとでかすぎちゃいました。こういう場合はねこのでかいまま使ってもいいんですけど、ちょっともったいないんで半分に割っていきます。ということでこんな感じでたくさん割れました。1枚分でね、これね触ってもそんなに怪我しないんですよ。優しく触る分には全然大丈夫なんですけど、これ割った後ね結構このガラスの細かい破片がね散らばるんですよ。これ結構危険で飛び散って床とかにもね飛び散るんで、これ本当にしっかり掃除した方がいいです。この動画を見てねガラスを割ってみようと思う方がいらっしゃるかわからないんですけど、もしやろうと思う方は片付けはしっかりめにやらないと結構手がねチクチクしたりしますんで、しっかりやりましょう。最後に今作ったガラスを使ってソールなんですけどこれにかけてみます。こんな感じですね。こんな感じでしっかり削れますね。コバ削りはねヤスリとガラス併用するんですが、このガラスがあることでヤスリでは出せないシャープな面が出るんですね。なので靴作り本当にガラスは必須です。このガラス割り誰でもできます。本当に怪我だけは気をつけてください。ガラス僕安全ですとか言って触ったりしてますけど、場合によって切れることもあると思うんで、もしこれ見てちょっとガラスやってみようかなと思う方気をつけてやってください。ということで本日の革靴の件でした。ではまた。